小遣いちょうだいなのだ。今月ピンチでこのおじさんの顔を見るのも嫌になってきたのだ。あら、ずんだもん。福沢諭吉先生の顔を見たくないなんて罰当たりもいいところね。それにそんな口を聞いているとそのおじさんに切り捨てられるわよ。はあ、何を言ってるのだ。この人は本を読んでるだけのひ弱なガリ勉メガネじゃないのだ。それが大きな間違いなのよ。実は福沢諭吉はめちゃくちゃ腕の立つ居合の達人でもあったの。今回はそんな福沢諭吉の意外すぎる武闘派な一面と彼が過ごした狂気の青春時代について解説してあげるわ。へえ、お札の人が剣豪？全然イメージと違うのだ。肖像画の真面目そうな顔からは想像できないけれど、彼はペンだけでなく剣も極めた正真正銘のラスト侍なのよ。そのギャップに驚くこと間違いなしだわ。意外な特技、居合。まず諭吉の武勇伝から行くわよ。彼は子供の頃から立身神流れ辰巳神流という居合術を学んでいて、なんと奥義を極めた免許皆伝の腕前だったの。免許皆伝、達人クラスってことなのだ。そうよ。立身神流は相手がどう動くかを瞬時に見極めて一撃で仕留める実践的な流派なの。若い頃は勉強の合間に居合の稽古で汗を流すのが日課だったの。時には真剣を振り回して修行していたそうよ。勉強の息抜きが真剣のそぶりって危なすぎるのだ。彼は学問は静か、居合はどうと言って心身のバランスをとっていたのね。後にアメリカに渡った時も護身用として長い刀を仕込んだ杖を持ち歩いていたくらいよ。海外でチャンバラする気満々なのだ。ただの学者先生だと思って舐めてかかると痛い目を見るのだ。実際当時のアメリカは治安が悪かったからね。でも諭吉の腰には常にこの仕込み杖があったから誰も手を出せなかったのかもしれないわね。明治維新の混乱期に暗殺されずに生き残れたのもこの度胸と武術の心得があったからこそと言われているわ。まさに天も剣も最強の男だったのよ。伝説のすし詰め、敵塾。でもやっぱり諭吉といえば学問のイメージなのだ。よっぽどいい環境で勉強してたのだ。それがね、彼が通っていた大阪の敵塾は環境も勉強量もブラック企業真っ青のヤバい場所だったのよ。ブラックな学校？宿題が多かったのだ。そんな生優しいレベルじゃないわ。当時オランダ語の辞書ズーフ、ハルマ、和塾に一冊しかなかったの。塾生たちはその貴重な辞書を奪い合うようにして読んでいたのよ。一冊をみんなで？それは大変なのだ。だから彼らはズーフ部屋と呼ばれる部屋にこもって夜通し辞書を筆写し続けたの。そして有名なのが枕をしないという伝説よ。枕がない？どうやって寝るのだ？そもそも寝るという概念を捨てていたのよ。机に突っ伏して仮眠を取るだけで布団に入って寝るなんてことは絶対になかったそうよ。諭吉自身も本当に勉強したと言えるのはこの頃だと振り返っているけれど、文字通り昼も夜もなく勉強漬けだったの。いえ、僕なら3時間で逃げ出すのだ。しかも敵塾は完全実力主義。月に数回の解読というテストがあって、その成績順で席次が決まるの。上席のものは下席のものを顎で使ってもいいというルールまであったのよ。うわ、厳しい世界なのだ。サボったら即パシリにされるのだ。彼らは勉強の鬼と恐れられていて、町の人たちも敵塾生が歩いてくると道を譲るほど殺気立っていたらしいわよ。酒と暴走の青春。勉強ばかりで楽しみなんてなかったのだ。なんかかわいそうになってきたのだ。ところがどっこい、彼らのストレス発散方法も強烈だったのよ。諭吉はお酒が大好きで、禁酒を誓ってもすぐに破ってしまうくらいの酒豪だったの。お酒は大好きなのだ。親近感が湧くのだ。ある時禁酒を誓ったはずなのに友達にそそのかされてビールを飲んじゃったの。その時の言い訳がすごいわよ。ビールというのは酒ではない苦い悪党の一種であるって言い張ったの。めちゃくちゃなへりくつなのだ。ただ飲みたかっただけなのだ。敵塾の学生たちは勉強が終わると裸同然の格好で大騒ぎしたり、街で悪ふざけをしたりと素行の悪さでも有名だったの。解剖のためにもらってきた豚の首を川に流して大騒ぎになったり、お地蔵様にいたずらしたり、今の大学生もびっくりな破天荒ぶりだったのよ。ただのやんちゃな若者なのだ。ガリ勉で真面目一徹かと思ったらとんでもない不良集団だったのだ。でもそのエネルギーの余り方
こそが新しい時代を切り開く原動力になったのよ。常識にとらわれない発想や行動力はこの狂ったような青春時代に培われたのね。なるほどなのだ。勉強も遊びも全力投球。それが諭吉流なのだ。まとめ。福沢諭吉という人物の面白さ、少しは分かったかしら？彼はただ机に向かっていただけの学者ではないの。居合で精神を鍛え、適塾で極限まで知識を詰め込み、そして時にはバカ騒ぎをして人間力を磨いた。文武両道で遊び人。最強のスーパーマンだったのだ。そうね。その強靭な体力と精神力があったからこそ、学問のすすめのようなベストセラーを書き、近代日本の基礎を作ることができたのよ。皆さんはお札の顔としての真面目な諭吉と、今回の動画で知った豪快な諭吉、どちらが好きですか？僕は断然暴れん坊の諭吉なのだ。でもお小遣いは今の諭吉で欲しいのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。